2024年フィリピンのネグロス島、ある田舎町で日本の子どもたちが現地の子どもたちにチラシを配っていました。こちらでは何やら学生たちが広場の一角に集まっています。実はこれはフィリピンの田舎町で行われたゲリラワークショップ。子どもたちが配っていたのは週末に行われる展示会の案内チラシです。これらはすべて日本人アーティスト沖飛鳥さんによる We Art Philippine プロジェクトの一環です。日本で子どもの創作教室色の音を主催する飛鳥さんは昨年語学留学でここネグロス島を訪れました。その時に出会ったのが山の奥で暮らす現地の子どもたちです。先生とのフリートークの時に私が絵を描いてるって話をしたら、フィリピンの子供は絵の具を使う機会なんかないんだよ、クレヨンだけだよ、絵の具普通じゃないのって、絵の具が高いから無理よ。人とのコラボで実現できるのであれば、うちがネグロス島の散歩切ったっていうところにいる意義として、ここに住んでいる子たちにとっても異文化理解の機会とか新しい可能性が広がるチャンスっていうものをこう提供するっていうことをしていきたくて。このプロジェクトにあたってオリジナルの T シャツも制作し販売。一枚一枚シルクスクリーンで手刷りしたこの T シャツの売り上げは全て今回のイベントで使う画材費に充てられました。黄緑をどうしても使いたくって、ネオンカラーの黄緑がフィリピンにはいいんじゃないかみたいな。カバヤブさんの子がペイントをしているところのこうハートヤシの実が落ちるみたいな。そっかそっか、目はキラキラさせたくてなるほど。今回は野村財団の助成金を取れて、もともとデティの大海さん、春菜さんにはその助成金が取れたらこういうことをやりたいっていうのは相談してたんですよね。審査が通ってそれで GO だっていう感じで、今回はやっぱりすごくいい形で来れた。ネグロス島は多くの日本人にとっては名前も知らない、来るだけでも一苦労の場所です。にもかかわらず、より大掛かりなアートプロジェクトを掲げ、この場所へ戻ってきた飛鳥さん。その情熱はどこから来ているのでしょうか。去年私がライブペイント100人の生徒一人一人の絵を描いて、それを色を塗るっていうことをやりました。その作品の写真とか日本で展覧会とかもたくさんしたんですけど、やっぱり私が伝えると大体返ってくる言葉がご飯食べられへんのかわいそう、日本の子ってほんまに幸せやからそれ伝えますっていうことをやったのが私の中でちょっと辛いっていうかなんかすごく違和感があって、とにかくないところから生み出すことにすごく慣れてるから、一つあるこの面白いことを伸ばして噛んで舐めてもう一回ひっくり返してとか、それをすごく引き伸ばす技をみんなすごく持ってて、いつまでたってもそれを楽しんでられる。靴下をどんな風に使おうかってやった時に、カバヤブさんの子たちっていうのはまずむっちゃ切って手にはめたり足に履いたりとかして、何回も脱いで何回も履いて何回も脱いで何回も履いてってやってたの。でも日本の子っていうのは靴下当然そんな珍しくないから、そんな履いたり脱いだりせえへんよね。カゴの中に入ってるアイテムからどんどんこう出していって、ここにあるものに集中するというより、それより片付けなさいとかなんか蓋をきれいに閉めなさいとか、手汚れる前にここでタオル拭きなさいとか、そっちと同じ労力を使ってる気がする。作り出すことの大変さも知ってるから、選ぶことの方が楽っていうことに慣れてて、自分は受け取れる側だと思っている感覚。良くも悪くも限界というか、そう打ち破れないというか、なんかそれがね、カバヤブさんの子はやっぱりこっちはもう
これっていう発展性がだからすごく強いんですよね。で発展していったら周りで見てる子がそれを真似してまた発展していく。でそうなったらこんなことも発展していく、こんなことも発展していく、こうわーっと自走していく。日本の子を自走さすのってすごく難しくって、よく言われることですけど、物が豊かになりすぎた弊害というか、そう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 多分フィリピンの子供たちは全く自覚はないでしょうけど、アスカさんという一人のアーティストの目から見た時にアート的なセンスで言ったら、ものすごいポテンシャルがあって、そうなんですよね。日本人をよく言うとやっぱり道具の使い方をよく知ってる。こういう時にはハサミだよね、こういう時にはカッターだよね、こういう時にはマスキングテープだしビニールテープはこうだよね。道具はすごく上手に使えるけど、フィリピンはそもそも見たこともない道具も使い方は下手でやと思います。筆とかも使ったことないし、ただもうそういうことじゃないっていう道具の使い方っていうのはまあ教えられる。いくらでも。でもその例えば発想を転換するとか、自分の限界を打ち破るみたいなところは教えられない。そうなんです。そして悲しいことに子供の時にそれが培えなかったり、例えば失ってしまってたりとかを取り戻すっていうのはすごく時間がかかって、なんなら一生取り戻せないかもしれないだから見てほしいんですよね。なくてもこんだけ作れる自分と同じ年の子供たちを、自分たちがいかに道具に頼ってるかとか、知ってるノウハウ、動画、ハウトゥーに対していかに頼って、それの道通りに歩いてることを、そしてその道通りに歩いたらどんどん先細りしていって、何も新しく生み出す人がいなくなるっていうことを、不安と危機感と憤りみたいなものはすごく感じてて。今日は昨年訪れたあの小学校で再びライブペイントを行います。現地のバイクタクシーハバルハバルに乗って山の中を走ること30分。思い出の場所に1年ぶりに帰ってきました。ライブペイントの準備に取り掛かります。まず木と木の間にロープを張って現地の子どもたちと作った土のう袋のアートを貼り付けていきます。彼らの中にもアーティストになりたいって言ってくれる子とかもいるんですけど、絵の具もない筆もない画用紙が買えるわけでもない、そんな彼らが日常見てる土のう袋、それをキャンバスにして描いたら自分の日常でもアートができるっていうことが伝わるんじゃないかと思って土のう袋を使いました。絵の具の数もすごく減らして、筆もほとんど使わずに、今できるだけあるもので描いてほしいっていうことで、ほとんど何も用意せずに描きました。次に日本から持ってきた大きな布を貼っていきます。綺麗な青とオレンジ、そして白い布が貼られました。今回のライブペイントではこの布がキャンバスになります。アスカさんが企画したテーマはフィルターを通して見る世界を感じる。このような透明度が高くかつ丈夫な布はこちらでは手に入りにくいため日本から持参しました。布を見つけた子どもたちが早速遊び始めました。フィリピンの山の子どもたちは遊具やゲームなどがなくても大自然の中でいつまでも走り回る遊びの達人です。準備が一通り終わった頃、小学校へ向かってくる大きなトラックが見えました。乗っていたのはたくさんの日本人です。今回は日本でアスカさんの教室に通っている生徒さんたちもライブペイントに参加するためはるばる日本からやってきました。そしてデティに親子留学中のご家族やスタッフさんたちも参加します。初めて
手の環境に戸惑う日本の子どもたちを現地の子どもたちが明るく迎えてくれました。 Magsulat siya or mag-drawing siya ani nga shadow sa kahon. Ready, go! Kalalo! みんなすぐに絵の具を塗り合って遊び始めます。顔も服も全身絵の具だらけになりました。目を離した瞬間に服に塗りたくって顔に塗りたくってすごい状況で帰っていく。もう絶対あるあるです。いつの間にか日本の家族も現地の子どもたちと絵の具を塗り合っています。プロジェクトの T シャツもすっかりカラフルになりました。子どもたちのエネルギーが存分にぶつかった大作が出来上がりました。また半分で半分に。最後はペイントした布を切り分けて、それを子どもたちが身につけていきます。Para makita mo ang guwapa. Give my life color. You give my life color, color. You give my life color, color. Give my life color. You give my life color, color. You give my life color. みんなと書いてみてどうだった？楽しかった？見て、みんなでやるのよ。みんなでやるのは楽しかった。こんなに大勢でなかなかやれないもんね。こんなにさ、でちょっとできないもんね、普段ね。フィリピンの子たちと書くの緊張した？ちょっと慣れた？でもかなり派手にやられましたがどうです？ちょっとこれ汚れるの嫌やったんですけど、実はでもやっぱりやった方が楽しいかなと楽しかったです。男の子とかすごいですね。なんかね、ちょっと相場シャイなとこがないから、初めちょっと圧倒されて、ちょっとシャイな部分が。いや、圧倒されるよね。それ思った以上にすごいお母さんが楽しんでて、ペイントが始まった時に隣にいてたちっちゃい一人の子がペイントしたがらなくって自分がここに絵の具をつけてこれ使うって言ったらそこから絵の具を取ってそれがどうやら楽しかったみたいでもう一回つけてっていうのをもうずーっとその子につけてあげててずっとその時間共に過ごして帰りのトラックでいつまでも追いかけてきてくれて手を振ってくれたとかそれぞれのお母さんにそれぞれのかばやぶさんの子供とのエピソードがあってストーリーをもう一人一人が持ってそこに作って一つの作品を作れたんだなっていうのをすごく実感してこれが感激本当にやってよかったなって思ったんですよね。彼らは描き方を教えてくれとかこの色が欲しいとかは言わなくってなかったらそこの砂を作って色を作るとか石を使ってみるとか枝を使ってみるとかすごく工夫してやっぱりみんなは「飛鳥さんこの色欲しい」「飛鳥さんこれやったら便利」「もっとこうやったら上手に描けるのに」って日本の子供っていうのはやっぱりすごく上手に描ける方法を知っている材料がいっぱいあることをもともと知っていてそれがお家に帰ったらあってすごく便利なのになんでそれを使わないんだろうちゃんとした絵の具のセットをもう自分があることを知っているんだなってかばやぶさんの子はそういうものを持ってないからその箱の中身を自分で探して自分で入れて自分の絵の具ボックスを持っている
私はそのことがすごく重要だと思っているので、私がアートを教える時っていうのはできるだけ自分で何かを工夫してやってって思ってます。枝使ったらよかったやん、そんなん言われてない、絵の具の色砂で作ったらよかったやん、そんなん聞いてないじゃなくて、やったらダメって私は言ってないんだったら何でもやったらいいと思ってる。人がやらないことをやってみようかなっていう気持ちがすごく大事だと思ってます。アスカさんからの提言は私にとっても非常に耳が痛く、いつまでも心に残るものでした。プロジェクトの最後は一連のイベントで制作した作品の展示会。会場は山の子どもたちのために建てられた寄宿施設マリカです。それではフィリピンの子どもたちによる力作の数々をご覧ください。部屋とかにギュッと押し込めて、エネルギーがもうそこのところから溢れ返るっていうのにしたくって、カバヤブさんの子供のマインドだけが閉じ込められてる、そして溢れ出ようとしてる、みんなが机の上に座ってなんか授業を受けてたあの風景、みんながちょっと外眺めながら誰か来たみたいなあの時の顔とか、すごくぴったりだなって思ってます。いかついぐらいに絵の具塗られまくっている。もうみんなすごかったですもんね。私は作品を作りたい、あの子たちは楽しんでやってるっていうのをうまく目的を合致させるには、最初は楽しいけど最後は一枚一枚布に挑みながらすごい真剣な顔になってて、それがちょうど出たのが一番長い作品、エネルギーが集中されてるっていう作品。作品たちは風や木に揺られて予測できない動きを見せます。まさにいつも全力で駆け回っているフィリピンの子供たちのように見えました。アーティストって一つの特技をずっと貫いているものがよしみたいな感じから、最近って自分にできることは何でもやってみよう、それが自分だみたいなのが許される雰囲気になってるじゃないですか。学生の時は絵を描く人は絵を描く人、なんたら美術の人はなんたら美術、やっぱり住み分けがあって一つのことを貫いてます、画風は絶対変えませんっていう結構きっちりあったんですよね。ただだんだんそんなことを経済も落ちていく中で言ってらんねえわで、どんどん素人の方出てきて SNS でどんどんやった方が勝ちやわみたいになってきて、一流のアーティストと素人アーティストみたいなのが混沌としてて、自分の価値観によって立ち位置がすごい変わってきてるんですよね。いろんな生き方があって、多分アートに限らず、いろんな面で正解がなくなってきた、そうですね。やってれば人生大丈夫みたいなのがもう
楽内分混沌としてると思います。何になっても子供はいいんですが、退屈しない人生でいようと思ったら、最初の土台が土耕しとかへんかったら痩せるでっていうぐらい大変なことやと思うんですよね。大概のことに感動せえへんようになってくるし、感動することを見つけようと思ったらすごく頑張って見つけなあかんと思うんですよね。生み出すってことが楽しかったらいつからでもやり直せるし、いつからでも始められるし、そこの部分はすごく必要やと思ってます。彼らがエネルギーを持ってそこで生きてるっていう姿を日本のみんなにも見せたい。彼らはかわいそうな子供とかではなくて、それを当然対策しなくてはいけないっていうことがあっても、みんなに感じてほしいことはそういうことで終わってほしくない。みんなどんな風にしてんねやろっていうのをちょっと見てほしいねん。例えばリゾートで海が綺麗とかそんなことだけじゃなくて、みんながどんな風に生きててどんな風に毎日楽しんでるかっていうことを心の中に種として残しておいて、10年後20年後こんな風に輝いてたなっていうことを思い出してもらったら、今回のアートプロジェクト嬉しいなって思ってます。Yes. OK。人間のもともと持ってる力っていうのはやっぱりすごく可能性に満ちてるなって思います。生きてるってだけが素晴らしいって言うけど、生きてることを再認識することってやっぱりそんなに日常ではないから、それがつながっていって何かになればいいなとか、誰かの幸せにつながればいいなって